インポートした 3D CAD モデルを簡素化する方法を説明します。ジェミニでサポートしている CAD ファイルを確認します。ヘルプタブを開きます。ヘルプと参照。ヘルプを選択します。サポートされている CAD ファイルをクリックします。ジェミニは 3D モデル、図面など様々な CAD ファイルのインポートとエクスポートに対応しています。3D モデルは三角形のメッシュが多いほど、コンポーネントの品質が高くなります。CAD モデルをインポートする場合、モデルにはシミュレーションでは必要ない詳細が多く含まれている可能性があります。CAD ファイル内のジオメトリーを簡素化すると、システムの処理能力が大幅に向上します。3D CAD モデルをインポートして簡素化する手順を説明します。ロボットの CAD ファイルをインポートします。ロボットサンプル .stp をダウンロードします。ホームタブを開きます。インポート、ジオメトリーを選択します。ロボットサンプル .stp を選択し、開きます。モデルをインポートウィンドウのテッセレーションの品質を左にスライドし、超低品質にします。分析を選択します。約27万189個の三角形があることがわかります。もし、3D ワールドにこのロボットを4体インポートすると約100万個の三角形があるため、三角形の数が多くなり、処理能力が低下します。インポートをクリックします。コンポーネントを簡素化する手順を説明します。モデリングタブを開きます。ジオメトリー、ツールを選択すると、簡素化するためのツールが表示されます。マニピュレーション、移動が選択された状態で、ロボットの台座を選択します。ジオメトリー、ツール、平易化、簡略化を選択します。簡略化は、設定された範囲内で、近くにある線や点をまとめることで、細かい部分を統合し、ジオメトリーをシンプルにします。簡略化ウィンドウの最大のエラーを 1mm、クオリティを40にします。最大のエラーは、マージする際に元の形状から何 mm までずれて良いかを設定します。マージとは複数のデータやファイルを統合して一つのデータやファイルにすることです。クオリティは選択したフィーチャに必要なデータ数を指定します。簡略化をクリックします。出力ウィンドウを確認すると、総三角形数が6342から4769へ変更されたことが表示されます。簡略化ツールを使用すると、コンポーネントを簡素化できたことがわかります。ロボットの底面に視点を移動します。ロボットの内部に複数のパーツが表示されていることがわかります。3D ワールド上には表示されないフィーチャーは不要なため削除します。ネジを削除してコンポーネントを簡素化する手順を説明します。オートマテリアライズアンダーライン 2.0 をダウンロードします。オートマテリアライズアンダーライン 2.0 には Python スクリプトで記述されたアドオンが格納されています。ドキュメント、三菱、ジェミニ、1.48、マイコマンズを開きます。マイコマンズにオートマテリアライズアンダーライン 2.0 をドラッグ&ドロップします。マイコマンズに追加されたデータは、ジェミニを再起動しないと反映されないため、一旦保存し、再起動します。ロボットを選択します。モデリングタブを開きます。追加、ウィザード、マイアドオン、オートマテリアライズを選択します。オートマテリアライズは、複数のフィーチャーのマテリアルを一括で変更できます。また、複数のフィーチャーを一括で削除できます。マテリアルやフィーチャーは、フィーチャーのサイズ制限ごとに5段階設定できます。オートマテリアライズウィンドウのサイズリミット1を30にし、直径 30mm 未満のジオメトリーを指定します。アプライをクリックします。直径が 30mm 未満のすべてのフィーチャが赤で表示されています。3D ワールド内を確認すると、数多くのネジがあることがわかります。
シミュレーションでは不要なため削除します。オートマテリアライズウィンドウのデリートレベル1をクリックし、すべてのネジを削除します。オートマテリアライズウィンドウのリセットマテリアルズをクリックし、ロボットのマテリアルをリセットします。三角形を数えてどれぐらい簡素化できたかを確認します。ジオメトリー、ツール、平化、三角形を数えるを選択します。三角形を数えるウィンドウのレイアウトを選択すると、3D ワールド上にはロボットしかないため、ロボットの数を数えることができます。出力ウィンドウを確認すると、総三角形数が 38,434 と表示されています。ネジを削除するとコンポーネントを簡素化できたことがわかります。ロボットのパーツを選択します。3D ワールドツールバーのレンダリング、ワイヤーフレームを選択すると、数多くの三角形が表示されています。ジオメトリー、ツール、平化にある様々な機能を使用して、三角形の数を減らします。凸法を使用して三角形の数を減らします。3D ワールドツールバーのレンダリング、マテリアルシェードを選択します。ジオメトリー、ツール、平化、凸法を選択します。凸法は選択したフィーチャーの各頂点を包む最小の多角形にします。出力ウィンドウを確認すると、ジオメトリーフィーチャーを凸法に変換したことが表示されます。形状が簡素化されましたが、見た目は元の形状から大幅に変更されていません。ブロック化を使用して三角形の数を減らします。ロボットのパーツを選択します。ジオメトリー、ツール、平化、ブロック化を選択します。ブロック化はフィーチャーを単純なブロック形状に変換します。ブロックウィンドウの設定。オリジナルを表示にチェックを入れると、元のフィーチャーが表示されます。元のフィーチャーから見た目が大きく変わらないことが確認できたため、設定、オリジナルを表示のチェックを外します。適用をクリックします。側面のパーツも三角形が多く表示されていたため、ブロック化します。ロボットのパーツを選択します。ジオメトリー、ツール、平化、ブロック化を選択します。ブロック化ウィンドウの適用をクリックします。円柱化を使用して三角形の数を減らします。ファンを選択します。ジオメトリー、ツール、平化、円柱化を選択します。円柱化はフィーチャーを単純な円柱形状に変換します。円柱化ウィンドウの適用をクリックします。ブロック化や円柱化はものによっては形状が比較的変わりやすいため、複雑なパーツには凸法を使用することをお勧めします。ロボットのパーツを選択します。ジオメトリー、ツール、平化、凸法を選択します。形状が簡素化されましたが、見た目は元の形状から大幅に変更されていません。三角形を数えてどれぐらい簡素化できたかを確認します。ジオメトリー、ツール、平化、三角形を数えるを選択します。三角形を数えるウィンドウのレイアウトを選択します。出力ウィンドウを確認すると、総三角形数が 33,929 個と表示されています。三角形は約 27189 個から 33,929 個に減ったため、簡素化されたことがわかります。インポートした 3D CAD モデルを簡素化する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。